地球儀を見ると、インドから流れ落ちるひとしずくの涙のような形の島国があります。スリランカです。スリランカとはシンハラ語で光り輝く美しい島という意味です。スリランカではほとんどの人が仏教を信仰しています。明治時代、スリランカは日本とヨーロッパを結ぶ航路の重要な寄港地でした。明治6年、ヨーロッパから帰国途中の岩倉使節団がコロンボに立ち寄り、日本人として初めてカレーを食べたという記録が残されていたり、明治33年、夏目漱石もイギリスに留学した帰りにコロンボでカレーを食べたといいます。スリランカのカレーには鰹節が使われていたりして、日本人にも馴染み深い味です。19世紀末、アジア各国が西洋列強に植民地化される中、日本は早くに西洋の技術を導入し近代化に成功。同じアジアで仏教を信仰するスリランカの人々にとって、日本は誇るべき仲間であり、目指すべき国でした。が、スリランカがイギリスの植民地となり、セイロンと呼ばれていた第二次世界大戦の時、日本軍はイギリス艦隊の基地があったコロンボやトリンコマリーを空爆し、大きな被害を与えました。日本の空襲以外にも連合国による駐留、生ゴムの大量採取による被害も受けました。しかし、そのスリランカに戦後、敗戦国日本が救われることになります。第二次大戦が終わり、1951年9月、敗戦国日本の処遇を決めるサンフランシスコ講和会議が開かれました。先の大戦で敗北した日本を国際社会がどう受け入れるかという重要な会議で、多くの国が日本に莫大な賠償を求め、日本を激しく非難しました。そんな日本にとって厳しい状況の中、ソ連の意見に対して真っ向から反対意見も述べ、憎しみを憎しみでは解決できないとブッダの言葉を用いて演説した人物がいます。その人物とは、当時は若い大臣で、後にスリランカ大統領となるジュニウス・リチャード・ジャヤワルダナ氏でした。当時、スリランカ代表として会議に出席していました。私はコロンボにある JR ジャヤワルダナセンター、ジャヤワルダナ資料館を訪れ、サンフランシスコ講和会議で使った本物の原稿を読ませていただきました。タイプライターの小さな文字で打たれた原稿は全部で4枚。その内容の一部分を読みます。思い起こせば、去る大戦中に日本の唱えたアジア共存共栄のスローガンが人々の共感を得、自国が解放されるとの望みで、ビルマ、インドおよびインドネシアの指導者の中には日本に呼応した人たちもいたのです。我がセイロンの人々は幸運にも直接に侵略されなかったが、空襲や東南アジア軍のもと、大量の数の軍隊の駐留による被害など、また連合軍に対する唯一の生ゴムの生産者であり、我が国の重要産業品である生ゴムの大量採取による損害に対して、我が国は当然賠償を求める権利を有するのです。しかし、我々はその権利を行使するつもりはありません。なぜなら、アジアで何百万人もの人たちの命を価値あるものにさせた大共同士の憎しみは憎しみによってはやまず、ただ愛によってのみやむとの言葉を信じるからです。この言葉はブッダ大共同士、仏教創設者の言葉で、人道主義の波を北アジア、ビルマ、ラオス、カンボジア、タイ国、インドネシアおよびセイロンに広げ、また同時に北方へ、ヒマラヤを越えてチベットからシナを経て最後に日本に及んだものです。その波は我々を何百年もの間にわたって
共通の教養と伝統でもって結び合わせているのです。この共通の教養は現在も脈々と存在していることを、私は先週この会議に出席する途中、日本に立ち寄った時に見出したのです。日本の指導者、国務大臣、一般の人たち、そして寺院の僧侶など、日本の庶民は現在も大教同士の平和の教えに影響されており、その教えに従いたいという希望に満ちている印象を感じたのです。我々はその機会を日本人に与えなければならない。そうであるから我々は、ソ連代表が申し入れている日本の自由は制限されるべきであるという意見には賛同できないのです。演説の内容は、日本とスリランカは1000年を超えて仏教の教義を共有している。ブッダは、憎しみは憎むことによってはやまず、ただ愛することによってやむと言っている。我々ももう憎しみを忘れようではないかというもので、さらにアジアの将来にとって独立した自由な日本が必要であると主張し、日本に対する賠償請求もしないというものでした。その理由は、これまで長い間欧米により植民地支配されていたアジアの中で、日本がアジアのために立ち上がってくれたことに対する日本への尊敬の念があるからだと述べたのです。演説が終わると、各国の参加者はジャヤワルダナ氏が説いたブッダの慈悲と友愛の精神に感動し、拍手喝采だったといいます。拍手は鳴りやまず、議場は講和条約締結へと動いたといいます。この会議に参加していた日本の吉田茂首相は、その演説に深く感銘し、ジャヤワルダナ氏の宿舎に出向いて自ら謝意を伝えたといいます。当時、日本領土の4分割案まで出されていたといいます。昭和天皇はこの時のジャヤワルダナ氏の演説に感謝され、スリランカに多くの援助がなされました。日本はスリランカの経済的発展に重要なパートナーとして関わっています。ジャヤワルダナ氏が日本と初めて接点を持ったのは1921年。当時まだ皇太子であられた昭和天皇を乗せた巡洋艦がヨーロッパ遠征の折スリランカに寄港。その頃、アジアで唯一欧米諸国の植民地政策に屈することなく独立を維持していた日本に尊敬の念を持っていたジャヤワルダナ氏の目に映った日本の皇太子は、凛として威光を放つお姿だったのでしょう。その頃スリランカはイギリスの植民地であり、セイロンと呼ばれていました。当時、欧米諸国と対等に肩を並べる存在になった日本をアジアのリーダーとして仰いでいたのです。1952年、戦後サンフランシスコ平和条約が発効し、独立した日本が最初に国交を樹立したのはスリランカでした。サンフランシスコ講和会議の話もスリランカの人たちは子供からおじいちゃんおばあちゃんまでよく知っているのです。私がもう一人重要な人物だと思うのは、スリランカ建国の父、スリランカ初代首相ドン・スティーブン・セーナーナヤカ氏です。サンフランシスコ講和会議の出席にジャヤワルダナ氏を指名した人物です。賠償金を日本に求めず、また日本の自由のために正論を代表して会議に出席するようジャヤワルダナ氏に指示したといいます。日本の国際社会復帰、日本とスリランカの関係にも影響を与えている人物と言えます。ジュニウス・リチャード・ジャヤワルダナ氏は閣僚として、首相として、大統領として、そして政界引退後も日本をたびたび訪れ、日本とスリランカの友好関係に尽力し続けました。ジャヤワルダナ氏は90歳で亡くなる際に、自分が死んだら角膜の一つをスリランカの患者さんへ、もう一つをなんと
日本の患者さんへ移植してほしいという遺書を残していました。その意思の通り、左目の角膜は長野県の女性に移植されました。それは、2つの国の未来を見つめ続けていたいという願いからだったといいます。鎌倉大仏殿に行くと、ジュニウス・リチャード・ジャヤワルダナ元大統領の顕彰碑がひっそりと立っています。人はただ愛によってのみ憎しみを超えられる。人は憎しみによっては憎しみを超えられない。1956年、セイロン、現在のスリランカから日本に一頭のオスの象が贈られました。アヌーラという名前で日本で最高齢の象です。現在、多摩動物公園にいます。私は日本とスリランカの知られざる交流をスリランカを訪れ知ることができ、私の YouTube チャンネル坂本美香の世界旅にも残しておきたいと思いました。